せーの。はい、いらっしゃいませ。日本に来て今6年目ですね、はい、大学を卒業して日本で3年間普通に会社に働いてエンジニアの仕事をしました。本当にいい仕事をしてたんですが、なんか不満でした。自分の手で何かを作りたくて、もっと結果が見える仕事が欲しかったです。名前はセムニ・サミュエルです。ちゃんとフランス人の発音にするとシュムニ・サミュエルと言いますが、普通はサムと言います。このなんか大きいハンマーみたいなのは、我々が大槌と言います。大きい金槌です。これ重さはだいたい7キロで、力を使ってこう持ち上げればすごく疲れます。これよりも体のバランスでこう後ろを下げて持ち上げます。そうすればそんなに力は使わないです。これを見ると、自分はちょっと練習が足りないということも分かりますね。だから今は手がちょっと柔らかくなりましたということですね。練習が足りません。ディスクでもうギャーッと。大槌の面が平らすぎて、角がちょっとなんていうんですかね、急すぎて材料に入ってしまいます。この火事場で作るものって刀だけじゃなくて包丁も全部100年以上も普通に使ってれば100年以上持つものを作ってるんですよ。ということは100年後にメンテナンスするときにこの火事場がなかったら意味ないんですよ。でなので自分の成功も大事だけど、その火事場としてその火事屋がずっと100年後も残ってないと意味がないし、だったらもうねチームとしてもうあるもの全部リソース出し合って成長させていかないと100年後になんて残っちゃいないから。だからそういう意味では自分たちの作るものに責任持とうと思ったら僕はその考え方を僕は選ぶようになりましたね。そうそうじゃあ僕たちがメインで作ってるのは刀です。今鍛冶屋を始めて28年目になるところかな。弟子入りをさせてもらったのは20歳の頃なんですけど、ナイフ作りを始めたのは13歳ぐらいの頃から始めてました。なので多分僕にとってはすごく自然な選択だったんだと思います。師匠もいろいろチャレンジングな方なので、自分の中でもいろいろやられてますし、僕ら弟子にもこういうのやってみたいんですけどって言うと、いいよやってみなよっていうふうにチャレンジさせてくださったりとか。まずは素延べという工程をいきます。でこれは刀も一緒で、いきなり包丁の形を作るのではなく、包丁の設計図といったらあれなんですけども、おおよその形を作って、で最終的な長さだったり厚みだったりっていうのを決めていきます。今作ってる包丁に関しては
ほぼほぼ任せてもらっていて、鉄ってすごい冷めやすいんですね。熱して叩くんですけど、すごい冷めやすくて、あれこれ考えて叩いてるともうあっという間に冷めちゃうし、どんどん変な形になってっちゃうので、もう極力その体でもう覚えて、で何も考えずに無心でも叩けるぐらいまで練習をして、なんで実際今叩いてる時はほぼほぼ何も考えてないですね。現代人ってやっぱこういうのを使えちゃったりとかするし、でもそのあまりやりすぎるとだんだんね、その昔の人の感覚とかそういうのを忘れていっちゃうので、忘れないようにねしたいなってこの火事場では思ってます。サポートしてくれる人たちが増えた時に、やっぱり自分一人では何もできないなってすごく思うようになりました。もう一人ぼっちにはなりたくない。ちゃんとその対等な関係を築いていった方が絶対健全だし、僕が何かすごい考えを持ってるわけじゃなくて、その僕に関わってくれた奥さんもそうだし、その竹内くん、サム、他にもね弟子だった子もいるんですけど、僕みんなのこと大好きだからずっと僕一緒にいたいんですよ。なので彼らのおかげで僕は変わってきました。せーの。もうこれね、100年後僕は当然死んでると思うけど、うちの包丁には全部シリアルナンバーが入ってるから、いつ誰が作ったかって全部わかるんですよ。でそうなると楽しみじゃない？100年後、あ、これ浅野さん作ったやつやとか、あ、竹内さん作ったやつだなこれもしかしてとかってなったら、この年号なら多分そうだよってなったら嬉しいよね。ある程度機械で削ります。あとはさまざまなヤスリを使って形をもうちょっと細かくします。今この指置きの部分がなかなか丸くて滑らかになっちゃって、今は楽に使える包丁になってきますね。じゃあ今から曲がり直しという工程をします。この曲がりとかこの曲がりは一番見えやすいですが、見えるかどうかはちょっと分かりませんが、ちょっと隙間がありますので、これをしていきます。鍛冶屋と思ったら手術を使って鉄を叩く職人ですね。でも実はこれが鍛冶屋さんの仕事の多分2割ぐらい。あとは磨きとか削りとか仕上げの仕事の方が多いです。実はね、このイチョウの葉っぱは綺麗は綺麗ですが、実は拾わないといけないんですね。それは多分私の作業ですが、最近あんまり時間がなくて、ちょっと溜まってしまいましたね。はい、こういう刃物を見ると、この表面だけを見ますが、この刃物の中の材料とか鋼の質が見えないですね。わからないですね。しかし我々職人はこれを考えていい刃物を作らないといけないんです。ではもうなかなか暗くなってきましたが、磨きが終わって柄を刺して、これから刃を研いでいきます。これが若干粗いですが、これはすごく滑らかです。油です。刃物用の油です。で、この油ではまずは表面をきれいにします。
で、今包丁を見るとここに線がありますね。この線が芯にある鋼と周りにある、ステンレスの間の線です。で、この芯にある鋼はもちろん刃先にも出ますので、この刃がすごく切り味が良くなりますね、研いだら。でももちろんステンレスではないので錆びます。なので今ちょっと軽く油を塗って錆びないようにしておきました。この美濃っていうね、このエリアはすごい歴史の深いエリアで、ちゃんとその美濃っていうこの地域にちゃんと感謝しながら、ちゃんと日本一になって、ちゃんと世界一を目指すよ、その後はっていう感じの火事場にしてやろうと思ってます。